こんにちは、M35 です。今回ご紹介しますのは、1968年公開、大英京都撮影所が放つ、大英妖怪三部作の第2弾、妖怪大戦争でございます。前作の妖怪百物語が王道の怪奇時代劇だったのと比べ、本作はより娯楽性に重点を置いたゴージャスな特撮活劇巨編に仕上げられています。本作は大英で数多くの特撮演出を手掛けてきた黒田義行監督が本編特撮の両パートを受け持つ総合監督としてメガホンを取り、極上の妖怪活劇の世界を生み出してくれています。この動画ではそんな黒田監督が再び挑んだ妖怪映画の特撮演出、怪奇演出について解説していければと思っております。また本作最大の敵役大門がいかなる存在だったのか、なぜ中東の砂漠で蘇った吸血鬼が4という極東の果てを選んだのか、それらの秘密についても考察していきたいと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いください。なおこの動画はネタバレを含んでおりますので、未見の方はくれぐれもご注意いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。それではまずはあらすじから言ってみましょう。時は江戸時代中期、遠く古代バビロニアの都ウルの遺跡で古くから恐れられていた凶悪な吸血妖怪大門が4000年の眠りから目覚めます。蘇った大門はエネルギー源である生き血を求め行動を開始。航海中の船舶を襲った後、そのまま日本へとたどり着き、夜の伊豆海岸に上陸。ちょうど海岸周辺を見回っていた当地の大官磯部兵庫に襲いかかると、首筋から生き血を吸い取り殺害したのでした。その後兵庫になりすまし、大官所に入り込んだ大門は次々と要人や腰元たちを餌食にしていきます。狂ったように神棚や仏壇を破壊するなど温厚だった兵庫の突然の変貌ぶりを不審に思った娘の千恵と家来の新八郎でしたが、真相がつかめないままただ困惑するばかり。その時大官所の庭池に住み着く日本妖怪のカッパが兵庫の本省が見たこともない化け物であることに気づきます。自分の縄張りを荒らすこの化け物に対しすぐに屋敷から出ていくよう攻め寄るカッパでしたが、大門の凄まじい魔力には全く歯が立たず、命からがらその場を退散すると妖怪の仲間たちが住む古寺へと逃げ延びたのでした。古寺にいたのは油すまし、六六尾、カラカサなどの日本妖怪の面々。先ほど起こった化け物の話を伝えたカッパでしたが、夢でも見ていたのではないかと信じてもらえません。その頃兵庫の部下新八郎は兵庫の変貌ぶりや大官所内で起こる不審な出来事の連続が魔性の者の仕業ではないかと疑いを持ち、叔父であり被験者でもある大日志望に悪魔退散の祈祷を依頼。それを受け夜を徹して念仏を唱える大日志望でしたが、大門の魔力には勝てず、新八郎が駆けつけた時には全身焼けただれた状態で亡骸となって発見されたのでした。一方大門は若い血を求め村の女子供を連れてくるようにと部下に命令。以後村では子女が大官所に連行され、やがてその頃が死体となって帰ってくるという噂が村中に広がっていったのです。ある夜大官所の追っ手から逃れ妖怪寺に逃げ込んだ村の子供モイチとその妹はそこで出会った妖怪たちに助けを求めます。情け深いはずの大官の様子が変貌し、子供たちを連れ去っていることを知り、ようやくカッパの言ったことが真実だったと悟った妖怪たちは、よそ者をのさばらせたよりは日本妖怪の治れとばかりに大門撃退を誓います。早速大門屋敷に乗り込んだ日本妖怪たちが大門に挑みかかりますが、その力の差はいかんともしがたく、あえなく大門の魔力に吹き飛ばされてしまいます。しかも新八郎が持っていたお蓋の霊力を誤って浴びてしまった日本妖怪たちは壺の中に封印されてしまったのです。大官所では兵庫の正体を知った新八郎が叔父の大日志望から託された浜の弓矢を放つと、見事大門の右目に命中。苦しみもがいた大門が兵庫の姿に戻るとそのまま絶命したのでした。大門撃退に成功したと信じ込んだ新八郎と千恵でしたが、大門は密かに兵庫の亡骸から脱出しており、新任の大官大館伊織になり変わると、新八郎を謀反の罪で捕らえ死罪を申し付けたのです。一方壺に封印されずにいた二面女とカラカサ小僧が千恵の助けを借り、閉じ込められていた妖怪たちの救出に成功。解放された妖怪たちは全国の妖怪を伊豆の地に集結させ、大門打倒を決意。いよいよ伊豆の地を舞台として日本妖怪対西洋妖怪による妖怪大戦争の火蓋が今ここに切って落とされようとしていたのです。それではここから感想と解説に入ってまいりましょう。本作は1968年に公開された怪奇性と娯楽性を見事に融合した超娯楽特撮妖怪時代劇です。本作は1968年春休みに公開された妖怪百物語と同年冬休みに公開された本作、そして翌1969年公開の東海道お化け道中と合わせ大映が放った妖怪三部作と呼ばれるヒットシリーズの一本です。前作妖怪百物語ではお子様をターゲットとしながらもおどろおどろしい雰囲気を色濃く残した王道の怪奇時代劇だったと言ってもいいでしょう。しかし本作は前作の持つしっとりとした怪談要素はかなり抑え気味で、より娯楽性に特化した作品となっています。また本作は湯浅紀之監督によるヘビ娘と白髪妻との特撮2本立て興行として公開。ガメラ対バルゴンと大魔神との同時上映から始まった大英お得意の特撮2本立てですが、個人的には東西の妖怪対決を豪華絢爛な特撮で見せてくれたこの妖怪大戦争とモノクロで地味めな作品ではありましたが、洋館ホラーの怪しげな雰囲気がしっかりと漂うヘビ娘との2本立て興行はなかなかバランスのいい企画だったのではないかと思っています。脚本は前作から引き続き吉田哲郎さんが執筆。前作のしっとりと落ち着いた雰
雰囲気から今回は一転してド派手な活劇映画として組み立ててくれています。シンプルなストーリーでありながら終始息つく暇のない物語を構築、非常に心地よいテンポを生み出すことに成功していると感じています。劇伴は前作の渡辺宙明さんから変わって今回は池野聖さんが担当。座頭市シリーズで知られる池野さんですが、さすが生部明さんを支持していた作曲家さんだけあって中米節で感じる情緒をくすぐるようなストリングサウンドとは打って変わり、本作では池野さんが持っている土着的で重量感を感じるスコアに酔いしれることができるのです。また本作はさすがに大英京都撮影所が手掛けただけあって時代劇としても非常にクオリティが高い作品でもあります。撮影、照明、録音、セット造形など土台となる技術面の安定感が抜群でどっしりと腰の座った職人技が光る本格的時代劇としても十分楽しむことができる作品となっているのです。本作のキャスト陣についても抜かりはなく、主人公の青山義彦さんをはじめヒロインには新人川崎茜さんが大抜擢、大英の名バイプレイヤー木村源さんやベテラン神田隆さん、内田浅尾さんら大英の名優たちががっちりと脇を固めてくれており、安定感漂う大英時代劇の世界を作り出してくれています。本作の監督は前作妖怪百物語や大魔神シリーズで特技監督を務めた黒田義行さんが担当。今回は本編と特撮の両パートを受け持っておられます。持ち前の特撮センスを前面に押し出した観客の記憶に残る特撮ショットの数々を見せてくれており、最初から最後まで特撮シーン目白押しの本作としては黒田監督の総監督としての起用は大正解だったと言えるでしょう。それではここからそんな黒田義行監督の手腕が光り輝くゴージャスでパワーとアイデアあふれる特撮演出の数々をご紹介してまいりましょう。まずはオープニングクレジットが終了してすぐ画面中央に現れる女神像に目を奪われること必至です。マットが美術セット、ミニチュアワーク、合成処理などの複雑な特撮技術がぎっしりと詰め込まれた艶やかな一枚絵を作り上げています。続いて吸血妖怪大門が4000年の眠りから目覚めるという予想を超えた大スペクタクルシーンへ移っていくのですが、地鳴り、暗雲、稲妻、落石といった大英京都お得意の大掛かりなデザスターシーンが大迫力で描かれていきます。大門の造形デザインは八木正夫さんを代表とするエキスプロダクションが担当。細長く血管の浮き出た頭頂部からは知性の高さが伺え、耳まで裂けた口角と鋭い牙によって冷酷かつ凶暴な悪党面を作り出しています。胴体部分については胸板に浮き出た肋骨のデザインが不気味さを醸し出し、体全体を覆った鳥類の羽毛と猛禽類を思わせる下半身が強い凶暴性を表しています。また腰にはドクロデザインのベルトが巻かれ、手には魔力を秘めた杖が握られているという徹底ぶりで最強ヴィランにふさわしい凶悪なデザインが施されているのです。スーツアクターは大魔神で凄まじい眼力を見せてくれた橋本力さんが再登板。瞬きをせず充血させた睨みの演技は今回も健在ですが、今回は大魔神で見せてくれた怒りの表情は抑え気味で、どちらかといえば悪霊の持つ冷酷さをにじませたクールな眼の演技が特徴的です。日本妖怪たちの造形についても大門同様八木正夫さんとエキスプロダクションが手掛けており、映画全編を通じて非常に多くの妖怪たちが登場しますので、前作からの使い回しも多々あるかとは思いますが、本作のメインキャラとなる古寺に住み着いている妖怪たちについては前作妖怪百物語からできるだけデザインを一新しています。その中でも特に本作で重要な役どころとなるカッパについては前作のぬいぐるみ造形から一新し、キャラクターの性格をより表現しやすいよう顔の部分のみをマスク造形で処理し、胴体部分を衣装と素肌へのカラーリングで表現しています。演じ手は黒木源さんが担当、声は飛田久夫さんが当てており、そのコミカルな動きと江戸っ子調のセリフ回しとの一体感が絶妙で躍動感あるキャラクターを表現しています。661については前作と同じ毛利育子さんの熱演が光っています。今回は前回のようなきっちりとした丸曲げ姿ではなく、顔にかかった乱れ髪が艶っぽく色気と怖さの双方を引き立たせたビジュアルとなっています。大官の部下たちと相対するシーンでは662の動きを上から映すという非常に立体的なショットが見られます。大官邸での大門との対決シーンもカメラワークを駆使し、障子に映る影絵などを織り交ぜながらカット割りで見せていく迫力ある演出が見事で、前作からより進化した662が楽しめます。また個人的には今回新たに登場した二面女が印象的でした。本作の創作による妖怪だと思いますが、発想元は絵師竹原俊泉さんが獲物百物語で描いた二口女ではないかと思っています。演じ手の雪友恵子さんは可憐で演技力もある女優さんですが、本作以降あまり代表作に恵まれなかったのが残念です。それにしてもあの二面女のアイデアは実にクールで、マリグナントのガブリエールを彷彿とさせる非常に先進的な妖怪デザインだったと思っています。大狸の雲海鏡も今回初登場した妖怪です。大英映画ではおなじみの花村秀樹さんが演じておられますが、本作の造形は鳥山石燕の百鬼つれづれ袋で描かれている鏡の妖怪とは程遠く、こちらは古狸をモチーフとしたデザインを採用し、膨らませた腹が鏡になるという実にユニークな設定となっています。その他本作では前作以上に非常に多くの妖怪たちが登場しています。クライマックスでの分身の大門軍団対日本妖怪軍団の対決は圧巻の出来栄えで、巨大化した大門との合成処理も大型のブルーバック用ライトスクリーンを使用し、全く違和感のない美しい合成カットとなっています。実物大で作られた足首のフィギュアに群がり、次々と槍を突き刺していく日本妖怪軍団の献身的な戦いぶりも涙を誘います。やがて夜明けが近づくとともに朝もやに煙る稜線をバックに列をなして故郷に帰っていく妖怪たちの姿を前作にも増してたっぷりと尺を使い幻想的に描いていったラストの合成カットは映画史に残る名場面と言ってもいいでしょう。
妖怪映画の歴史上最強最悪の悪役妖怪と言ってもいい吸血妖怪ダイモン。彼が4000年の眠りから目覚めたのは映画のナレーションではバビロニアの都ウルの遺跡と説明されています。バビロニアといえば今でいうイラク南部、旧約聖書でも重要な聖域と言える場所だと言えるでしょう。またダイモンという名がデーモンが由来であることから、彼は吸血鬼というだけではなく悪魔悪霊といった一面を持っているとも考えられます。そこで遺跡から発掘された悪霊といえば思い出されるのが1973年公開のエクソシストです。イラクという舞台から始まっていること、遺跡の発掘によって悪霊が蘇るという設定などからこの両作品には強い類似性が感じられます。エクソシストでは悪魔に取り憑かれた少女リーガンが神父の祈りや聖水によってもがき苦しむ姿が描かれておりますが、本作でもダイモンが神棚や仏壇に異常反応する場面が用意されており、宗教の違いはあってもお互い聖なるものに反発するという共通点を両者から見ることもできるのです。またエクソシストで発掘されたのは悪霊パズズ。このパズズはライオンの頭と腕、ワシの足、4枚の鳥の翼、そしてサソリの尾を持った悪霊と言われています。鬼のような顔に獣の体を持つ妖怪ダイモンとルックス的に非常によく似ていると言えないでしょうか。ただダイモンについては悪霊悪魔という設定だけではなく、そこに吸血鬼という要素をプラスしているところが特徴的です。妖怪同士の大戦争を描いた作品ですから、制作側が悪魔という設定ではタイトル的にふさわしくないと感じたからなのかもしれません。いずれにしてもこの両者はその発掘場所、聖なるものを嫌う性質、ルックスなど非常に共通点が多いのです。ひょっとしたらウィリアム・フリードキン監督が本作を見ており影響を受けていたのかもしれません。このようにバビロニアで蘇ったダイモンですが、それではなぜイラク南部の地からわざわざ遥か極東の日本の地を目指したのでしょうか。しかも最終地点が伊豆だったというのも気になるところです。このことについては物語の中では全く触れられていませんが、そこにはきっと訳があるはずです。まず映画ではバビロニアの遺跡で蘇ったダイモンが魔力によって遺跡を破壊した後、空中に舞い上がりどこかに飛び去っていく様子が描かれています。続いて海洋上空を高速で滑空するダイモンと嵐の中難破寸前の帆船、波しぶきに吹き飛ばされる甲板上の乗組員たちの様子が交互にカットバックしながら映し出されていきます。そして最終的には帆船が大波を受けて横倒しとなるというシーンでこのプロットは締めくくられているのです。このシーンは何を意味しているのでしょうか。この場面を見ている限り、帆船が嵐によって横転したこととダイモンが飛行しているシーンとの関連性が見えてこないのです。しかし全く意味のないシーンを挟み込むはずがありません。つまりこのシーンはどう見ても飛行中のダイモンが船舶を見つけ、船員たちの行き地をするため嵐を引き起こし船を横転させたとしか考えられないのです。そしてここからが私の推測となるのですが、きっとこの船はポルトガルから日本に向かっている途中の南蛮船だったのではないかということです。そうであれば俄然ダイモンが日本に向かった理由も明確となってくるわけです。つまり船を襲ったダイモンがその船内に残されたメモや地図、あるいは生き血を吸った船員の記憶などから極東の島国の存在を知ったのではないでしょうか。しかもその国には世界でも有数の人口を有する江戸という都市がある。生き血を求めてダイモンが江戸を目指した可能性は非常に高いと考えられます。しかし仮にそうだったとしても、江戸に向かったダイモンがなぜ伊豆の地に降り立ってしまったのかという疑問が残ります。そこで考えられるのがフォッサマグナによる影響です。フォッサマグナとは日本列島の中央を縦断する大規模な地溝帯であり、またいくつかの大規模なプレートが交差する位置にある帯域です。かつて日本列島が大陸から大移動した際にはこの中央部に位置する大域はまだ海の底でしたが、長い年月をかけて砂や泥が堆積し、やがて陸地が出来上がり、今の日本列島が形作られていったのです。しかしフォッサマグナの南部に位置する伊豆半島は実は泥の蓄積だけで完成されたものではないのです。この半島は日本列島のはるか南の海域で海底火山の活動によって形成された地塊がフィリピン海プレートによって北上し、約60万年前に日本列島に衝突したことによってできたものなのです。しかも今もなおプレートは動き続けており、プレートに乗った状態の伊豆半島も日本列島を北に向かって押し続けている状態だというのです。つまりこの伊豆という地域は日本列島の中でも地球規模のエネルギーが集約する非常に稀有なポイントだと言えるのです。そしてこの科学的事実を本作が描こうとしている高等向けな妖怪の世界に押し込んでみると、この伊豆という地域は日本列島の中でも突出して霊力や魔力が集結している場所であるという設定が可能となってきます。そう考えれば伊豆に住み着いていた妖怪たちがそれぞれ日本の至るところの方言で話しているのも頷けます。妖怪たちが旅の途中なのか、たまたま訪れたこの伊豆の地の霊的なパワーがあまりにも心地よく、つい腰を落ち着けてしまったということなのではないでしょうか。そしてダイモンが伊豆にたどり着いた理由についても、南蛮船の情報だけを頼りに極東の島国を目指したダイモンが日本列島に近づくにつれ、列島周辺に渦巻く強烈な霊力を感じ取り、そのパワーに導かれて伊豆の地に降り立ったと推察できるのではないでしょうか。そういえば2021年に公開された妖怪大戦争ガーディアンズにおいてもフォッサマグナが非常に重要な役割として物語に組み込まれておりました。きっと三池崇監督以下ガーディアンズの制作陣たちも私と同様1968年版の物語に潜む伊豆とフォッサマグナとの関連性に気がつき、脚本に反映させていったのではないかとそう思えてならないのです。
この物語における完全懲悪のストーリーは単純であるがゆえに力強いメッセージ性を持っています。強大な敵に対しても諦めず力を結集すれば必ずや打ち勝つことができるというメッセージ。当然映画を見た当時の子供たちの胸にもこの制作者への熱き思いが突き刺さったことだと思います。しかしあれから55年が経過し、当時の子供たちが大人になった今、残念ながらその思いは開花しなかったようです。今こうして改めて本作を見直してみて感じるのは、本作の妖怪たちに比べ今の日本人のあまりの危機感の乏しさです。すでに我が国は本作で描かれた伊豆と同様に祭りごとの中枢部にまで侵略者が入り込んでいることは明らかです。しかし我々はそのことに気がついているにもかかわらずどうすることもできません。それは侵略者に弱みを握られているからなのか、侵略者から受ける甘い果実から抜け出せなくなっているからなのか、もはや時すでに遅しなのでしょうか。いや、まだ間に合うと信じたいのです。この妖怪大戦争で日本の妖怪たちが見せてくれたあのシンプルな思いをもう一度改めて見つめ直さなければならないと感じる今日この頃なのです。といったところで本日の動画はこれにて終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。